翌朝、意を決した隆は、部下に告げた。無線機はここに置いていくぞ。皆で本部に帰還する。すべての責任は俺が取る。思想を浮かべた隊員たちの目に希望が芽生えた。しかし、栄養失調で衰弱した体は、次々とデング熱とマラリアに侵され、追い打ちをかけるように激しく体力を消耗していった。なあ、しっかりしろ。兄貴と一緒に帰るぞ。ああ。隆の思いが浸透した部下たちは、誰一人仲間を見捨てようとはせず、最後まで決して諦めることはなかった。ようやく無事にたどり着いた本部も、爆撃の被害が激しく、様相は一変していた。文隊長殿、我々もお供します。おいおい、俺の晴れ舞台を台無しにするのか。しかし。これは命令だ。お前たちはここにいろ、いいな。真剣で濁りのない瞳に、皆圧倒された。隆は自分の一存で、無線機を置いてきたことを少佐に報告した。貴様は日本兵の恥だ。我々にとって無線機は武器と同等だ。貴様は戦地で武器を捨てるのか、仲間を見捨てるのか。その言葉と同時に右頬に衝撃を覚えた。その後の記憶はほとんどない。隆は部下からの信頼が厚かった。当時はどこの部隊でも部下への私的制裁は当たり前となっていた。古参兵にとっては鬱憤晴らしであり、反感する部下の抑止力としても黙認されていたのだ。そのため逃亡したり自殺する者もいた。しかし、隆の部隊だけは違っていた。子供の頃から孤独と向き合ってきた隆は、目の前の部下の思いを痛いほど理解していた。手を焼く者にはじっくり耳を傾け、気弱になる者には兄のように優しく寄り添い、不器用な者には何度も無線の手ほどきをした。一人一人を家族のように扱い、その思いは隊員に伝染し、隊の絆となっていった。隊員たちにとっても、他の部隊から羨ましがられるほどの自慢の上司であった。そんな隆は部下から親しみを込めて兄貴と呼ばれていた。分隊長、いえ、兄貴、大丈夫ですか。隆がようやく目覚めると、体はあざだらけ、端正な顔立ちは見る影もなく腫れ上がり、体に激痛が走った。くそ、あいつは兄貴の体で、日頃の鬱憤は晴らしただけだ。心配そうに見つめる部下たちは、皆拳を握りしめていた。兄貴はいつも俺たちを家族のように扱って一人残らず内地に帰るぞって。俺はこの舞台に来て初めて兄貴に人間らしく扱ってもらったんだ。そうだ、兄貴が来るまであいつは俺らを虫けら扱いしてた。あいつに兄貴を殴る権利があるのか。俺は絶対許さない。こんなになるまで殴りやがって。いつか必ずボコボコにしてやる。部下たちは再び拳を握りしめ、互いに誓い合った。おいおい、湿っぽいな。俺はまだ生きてるぞ。少佐も間違ってないよ。それにこれは俺の一存だ。すまん、みんな心配かけたな。何言ってるんですか。殴られるならせめて皆一緒にって言ってたじゃないですか。
お前たちには田舎でずっと無事を願って待ってくれている人がいるだろう。そんな人にひどい顔見せてどうするんだ。心配するな。幸い俺にはそういう人はもうこの世にはおらん。気楽なもんさ。これは俺の任務なんだ。部下を無事に連れて帰る。一番大事な任務だよ。それに今この瞬間も上空で戦っている仲間の苦しみに比べたら大したことないさ。部隊に無事帰還した部下たちは皆それぞれ他の部隊の補佐役として配備された。高志も新たな任務を言い渡される予定だったが、すでにマラリアに感染した体は2週間にわたり高熱に侵された。復帰した高志を待っていたのは無線手として特攻機に乗り込む任務だった。無線を破棄した失態の責任を背負い、戦友たちと共に華々しく舞い散れという命令だ。高志はついにこの時が来たと決心した。片道燃料で飛んでいき、敵の航空母艦に体当たりする。大義名分はどうであれ、二度と生きて戻ることはない。なんで兄貴なんですか？絶対あいつの差し金だ。あいつが上官にそう言ったに違いない。部下たちは皆悔しさのあまり唇を震わせ、憤りを隠せなかった。ここは戦場だ。階級も何もないよ。それにこれは当然の報いだ。どんな理由があろうと仲間を裏切ったことに変わりはない。それは俺たちが兄貴に頼んだことだ。俺たちのせいだ。それは絶対に違うぞ。判断を下したのは俺だ。それにその判断に後悔はない。何より皆ここに生きているからな。兄貴。部下たちは歯を食いしばり、悔し涙を流しながら搭乗前検査に向かう高志の背に向かって敬礼をした。高志は部下たちの声に一度も振り返ることなく検査室までたどり着いた。おっかはん、おいがしたことは間違ってなかったと思うとう。やけど仲間を裏切ったことに変わりはなかよ。そじゃけん予定より早うおっかはんに会えるようなったで。じき行くで、ちっとそっちで待っちょってよ。もはや今の高志に恐怖心などなかった。